音を支配する数学と魔法の全貌、世界を震わせる音楽の正体。耳を澄ませてみてください。この世界は音で満ちています。風が木々を揺らす音、遠くで響く車のクラクション、あるいは自分の心臓の鼓動。しかしそれら全てが音楽と呼ばれるわけではありません。単なる空気の振動である音と私たちが感動する音楽、その境界線は一体どこにあるのでしょうか。音楽とは組織化された音です。無秩序な自然界のノイズの中から人間が知性によって特定の音を選び出し、時間というキャンバスの上に意図を持って配置した芸術作品、それが音楽の正体です。その構造を解き明かす鍵は実は冷徹な数学と物理学にあります。まず基本となるのが音高、ピッチ、音の高さ低さを決める要素です。音の実体は空気の波ですが、この波が1秒間に何回振動するか、つまり周波数によって高さが決まります。振動が速ければ高い音になり、遅ければ低い音になります。現代音楽の基準は1秒間に440回振動する音、ラ・エイと定めています。オーケストラが演奏前にチューニングするあの音がまさに 440Hz なのです。しかしこの基準も絶対ではありません。歴史を振り返れば、バロック時代には半音近く低かったり、地域によってバラバラだったりしました。人間が長い時間をかけてこの高さを基準にしようと約束事を決めてきた歴史があるのです。次に音階、スケールの話をしましょう。なぜドレミファソラシドなのか。その起源は古代ギリシャの賢人ピタゴラスにまで遡ります。彼は鍛冶屋のハンマー音を聞いてある美しい法則に気づきました。鶴の長さを簡単な整数の比率で分けると共和する音が生まれるという発見です。鶴の長さを半分1対2にすると音は1オクターブ高くなります。長さを3分の2対3にすると完全5度という力強い響きになります。度に対してのその関係です。この完全5度を積み重ねていくことで12個の音が発見されました。これが西洋音楽の基礎となる12音階のシステムなのです。しかしピタゴラスの理想的な数学には致命的な欠陥がありました。厳密に計算していくとどうしても最後にズレが生じるのです。これをピタゴラスコンマと呼びます。長い歴史の中で純正率や中全音率などさまざまなチューニングが試されましたが、最終的に現代社会が選んだのは平均率という妥協案でした。平均率とは1オクターブを均等に12等分する方法です。これによりどの調べから弾き始めても大きな狂いなく演奏できるようになりました。わずかな響きの純粋さを犠牲にして自由な転調を手に入れたのです。私たちが普段聴いているポップスもこの平均率の上に成り立っています。音色、ティンバーについても触れましょう。ピアノのドとバイオリンのド、同じ高さなのになぜ違って聞こえるのか。その秘密は倍音にあります。自然界の音は一つの周波数だけでなく、基本となる音の上に整数倍の周波数の音が無数に重なって鳴っているのです。この倍音の混ざり具合のレシピが楽器固有の音色を決めています。さてこれらの音をどう記録するか。聞く方の歴史は忘却との戦いでした。大昔音楽は口づてのみでした。師匠から弟子へ耳コピで伝える。それでは正確な旋律は時とともに変化し失われてしまいます。中世の修道士たちは歌詞の上にミミズのような記号を書きました。ネウマフの誕生です。しかしこれは上がる、下がるというメモに過ぎず、正確な音の高さは分かりませんでした。革命が起きたのは11世紀、イタリアの修道士グイド・ダレッツォが線を弾くことを思いついたのです。最初は赤い線が1本だけ、それがやがて4本になり5本になり、現在の五線譜へと進化しました。縦軸に音の高さ、横軸に時間の流れを取る、音楽を二次元のグラフとして可視化する人類最大の発明の一つです。五線譜には音べ記号という座標の基準点が必要です。最もポピュラーなのがトート記号、英語では G クレフと呼びます。あの優雅な渦巻きの中心がソ、G の音であることを示しています。もともとはアルファベットの G がデザイン化されたものなのです。高音域を担当しメロディを奏でる音楽の花形と言えるでしょう。タイになるのがヘ音記号 F クレフです。2つの点の間にある線がファ、F の音を示します。ベースやチェロ、
ピアノの左手など音楽の土台を支える低音域を担います。さらにビオラなどが使う破音記号もあり、それぞれの楽器が最も読みやすい位置に音符が来るよう記号を使い分けているのです。リズムと拍子についても深めましょう。音楽は時間の芸術です。流れる時間を一定の区画に切り分ける、それが拍子です。4分の4拍子は行進曲のように安定し、4分の3拍子はワルツのように円を描く。音符の形、全音符、4分音符などは時間の長さを厳密な数学的比率で定義しています。つまり楽譜とは時間と周波数の設計図なのです。そして調べ、キーという概念、音楽には必ず中心となる音、集音が存在します。波長長ならドが王様です。他の音たちは王様との距離感によって役割を与えられます。緊張をもたらす音、解決へ導く音、この秩序ある社会構造こそが調整と呼ばれるものです。長調、メジャーは明るく、単調、マイナーは悲しい。この心理的効果は不思議ですが、人類に共通する感覚なのです。ここでハーモニー、和声が登場します。単旋律、モノフォニーの時代を経て、人類は複数の音を重ねる多声音楽、ポリフォニーを発見しました。ド、ミ、ソを同時に鳴らすと個々の音にはない豊かな響きが生まれます。不安定な和音から安定した和音へ解決しようとするエネルギーの流れ、これが音楽に物語を与えます。コード進行とは感情のシナリオそのものなのです。記譜法には強弱や表情も書き込まれます。ピアノ、弱く、フォルテ、強く、クレシェンド、だんだん強く、これらは単なる音量の指示ではありません。作曲家の魂の叫びであり、演奏者へのラブレターです。機械的に音を鳴らすだけでは音楽にはなりません。行間に込められた人間的な揺らぎや情熱を読み解くこと、それが演奏の真髄なのです。現代における楽譜の役割、今は DTM の発達により楽譜が読めなくても曲を作れる時代です。ミディデータというデジタル信号が新たな記譜法とも言えるでしょう。しかし五線譜が廃れることはありません。なぜなら五線譜は数百年前のバッハやモーツァルトと直接対話できるタイムマシンのようなツールだからです。言語の壁を越え、世界中の演奏家と瞬時にイメージを共有できる最強のグローバル言語なのです。音楽の基礎を知るということ、それは単なるルールの暗記ではありません。なぜそのメロディに涙が出るのか、なぜその和音に心が躍るのか、その魔法の種明かしを知ることです。仕組みを知れば知るほど音楽という芸術の深さと高さに圧倒されるでしょう。しかし恐れることはありません。すべての理論は心地よいと感じる人間の耳が後から説明をつけたものに過ぎないのですから。あなたが今日ふと口ずさんだ鼻歌、そこにも厳然たる数学と歴史の積み重ねが生きています。音楽は人類が築き上げた知恵と感性の結晶。さあ、もう一度耳を澄ませてこの世界に満ちる美しい法則を感じてみませんか。その瞬間からあなたの世界は音楽で色鮮やかに輝き出すのです。